格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今夜のお客様は2020年もっと格闘ゲームシーンを盛り上げていくには一体どうしたらいいと思いますか？私みたいな初心者が増えて好きになってもらえたなって思います。なるほど。じゃあ淳君どうですか？この番組のナレーターの桐谷長々さんがもっと格ゲーがっつりやってくれるべきだと思う。なるほど。そしたら絶対増えるでしょ。確かに。間違いないと思うんだよね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。カプコンカップ2019で活躍した2人じゃないですか。歌広場さん、2020年は私も格ゲーをもっとやりたいと思います。ということで今週はストリートファイター5アーケードエディションです。1人目のお客様はフード選手。相手との間合いや駆け引き、状況判断がずば抜けている反応の神。また昨年11月にタレントの倉持由香さんとご結婚されたことも話題になりました。2人目はモケ選手。エボ2017では国際大会初出場ながら5位と大健闘。一躍時の人となった若手注目プレイヤーです。そんなお二人が先月出場した大会がカプコンカップ2019。1年を締めくくるビッグイベントで優勝賞金はおよそ2700万円。昨年の優勝選手と3月から12月まで行われるポイント大会で結果を残した選ばれし32名が世界一の座をかけて争います。モケさんは最終予選に出場する際はクラウドファンディングということでお金を皆さんから集めてすごいよね。アメリカで開催される最終予選へ出場するためにクラウドファンディングで資金調達したモケ選手。最後の一枠をかけて集まった出場者は243名。その激戦の中、モケ選手は見事優勝。ファンの期待を一身に背負い本戦出場の切符をつかみ取りました。いかがですか？カプコンカップ2019に LCU から登って主人公状態じゃないですか。いや、気持ちよかったですね。気持ちよかった。気持ちよかったですね。プレッシャーっていうのもすごいかかってたんじゃないかなと予想するんですけど。プレッシャーかかりましたね。いや、すごいかかったんですけど、このプレッシャーをもうその練習に持っていこう、負けてはいけないっていう心持ちを大会当日じゃなくてその練習の段階でどれだけ持てるかっていうのにちょっと意識して練習はしてみて、なんでもう当日は覚悟できてたというか、もうこんなもんだよねっていうのはありましたね。見事最終予選で出場権を勝ち取ったモケ選手はルーザーズでキチパーム選手、桃地選手を破る活躍。結果は13位でした。一方フード選手は終始落ち着いた試合運びを披露。ミカを巧みに使いこなし初戦から怒涛の3連勝で5位という好成績を収めました。そして日本人トップは4位の孫選手でした。そんな中圧倒的な強さを見せつけ決勝に勝ち進んだのはアイドム選手とパンク選手。地元アメリカ勢同士の対決。ウィナーズでここまで勝ち上がったパンク選手でしたがリセットを許すと流れはアイドム選手に。最後はアイドム選手の怒涛の連続技で勝負あり。壮絶な戦いを制しアイドム選手が王座に輝きました。出場してみていかがでしたか？ミカとバーディー2キャラ使ってるんですけど、どっちをどう使おうかっていうのがすごい悩ましい年で、結果的にミカを使って上の方にまでも残れたんで、良かったかなとは思ってます。
こう見てる側からするとやっぱりバーディーを出すんじゃないかって組み合わせに対しても全部ミカをそうそうそう、単ごい純にミカとバーディーだったらバーディーの方がキャラクターとしては強いって思ってたのに、ミカが出てきたことがびっくりしました。例えば12月にカップンカップがあって、それまでに世界大会の予選がいっぱいあるんですけど、その時にはバーディー使ってる組み合わせなんですよね。例えば伊吹とかラシードに対してはミカじゃなくてバーディー選んだんですよ。なんでかって言ったら当然バーディーの方がいけるから、ミカの方がきついからなんですけど、それって組み合わせで見た場合はそうなんですが、カプコンカップってキャラを見るのも大切なんですけど、人を見るのがやっぱすごい重要な大会になってくるんで、人を見た時にどっちがいいかっていうのでミカをチョイスしました。なるほど。普段は大規模大会だとその誰と当たるか分かりづらいですけど、カップンカップなら大体そうですね、相手がもうほぼ分かるどんな人なの状態なんでかっていうのが、分かるわけで、それを生かしたと。ちゃんとキャラじゃなくて人を見れたのが5位タイという結果につながったんじゃないかなとは思います。お互いのことをどう思ってるのかってちょっと気になるな。あんまりなんかモケとか例えば梅原さんとかあんまり差がないっていうか、なんかそこまで、いやさすがに差はあるでしょ。いや梅原さんと並べるわけじゃないですからね。一緒に対戦してる人みたいな。あんだけ番組では一緒だけどちょっと意外ですね。俺人の関係が薄いっていう説はあります。薄そうちょっと今の感じで薄そう感増してきた。模型さんにとってフードさんっていうのはどんな？いやもう格闘ゲームのプレイヤーとして見てもベテランプレイヤーの一人で、一言話すと分かると思うんですけど、物事への考え方っていうのがすごいしっかりしてて、本当に頭の回る人なんだなっていうのはすごく感じますよねっていう風に見てますけど。また心にもないことみたいなこと思ってる。本当ですよ本当に。もうこれはもう本当に。トゲドにも同じこと言ったんじゃないですか。言わないです。続いてはお二人の練習時間について。僕は最低6時間の10時間。めっちゃやってる。いやっていうのはもう本当にLCQ の時ですけど、勝たないといけないってなった時に、追い詰められた時の取り組みっていうのがやっぱひたすら数をやることだったんで、数は裏切らないってことでちょっと時間はやっぱ長めに取るようにしてますね。フードさんはいかがですか？俺今ね逆にやってないまでありますね。カプコンカップが3月から12月で、そこは要するにシーズンなんですよ。オンシーズンで今が逆にシーズン外で、サボるなら今なんですよ。今力を蓄えるなら今なんですよね。言い方次第だな。サボるなら今って新しいな逆に。それ以外のことを配信頑張ったりとかやろうかなっていう。ただそれでもカプコンカップに出れる自信があるからっていうのはでかいです。自信がなかったら多分やります。そうなんだ。うわでもこんな話してきたらもうストリートファイター5やりたくて仕方なくなってきた。マスターいつものあります？あります。あよ。それではエキシビションマッチです。まずはフード選手対歌広場潤。ここからはエキシビションマッチフード VS 歌広場潤の試合を見ていきたいと思います。1P 側がフードが使うミカ。今回この体操服になったことで V トリガーで呼び出せるなでしこもなんと衣装が変わるという要素がついております。そして一気にこのミカというキャラクター、女子プロレスラーなので投げ技ここを使ったガード崩れ非常に強力ですね。もう画面足だ。歌広場どうする？竜巻押し返していきます。ここは空中ヒット確認をして歌広場追い詰められました。発動投げは抜けている。体力差かなりついているぞ。どうする？プレッシャーをかけてきなフード。この画面足後ろ足から空を切っているが画面足から脱出することに成功しました。波動拳を切っていきますからはい足反撃のチャンスを伺っていた歌広場でしたが、最後はフード選手が冷静に対処し勝利。続いて第2ラウンド。スライディングの隙を消すことができるんですね。なので打っていきました。まずはフードが、1ラウンド目を圧倒しましたが、おっと昇竜拳か。これは波動拳に負けてしまった。一気にフードのチャンス。しかし EX 昇竜レッパー無敵技。さらに、これ歌広場 V スキル2優先脚を選んでいます。浴びせ蹴り、これを使って、コンボのダメージを伸ばしたりとかすることができます。ここは竜巻垂直ジャンプ、これは確定しておりませんが体力差ついています。大足からなでしこを発動する。相方が降ってくるぞ。上から降ってきてさらに攻め込んでくるのはフード。しかしここはジャンプでうまく逃げて優先脚のこの V スキルを使っておっとうまい確認して、さあこのまま歌広場中足ナイスチェック。マジかやるやん。確認してラウンドを取り返してきました歌広場潤。見事です。勝負の最終ラウンド、果たして勝者はどちらになるのか。画面をよく見てないとできないんですが、この場面でよく決めてきました。しかしまずこの3ラウンド目先手を取ったのは
フードです。もう画面下、ここから脱出したいのは歌広場。押し返していきますが、中パンチからの EX シューティングピーチ、さらに画面押し EX シューティングピーチ、全てゲージを使っていきました。歌広どうする、ジャンプで逃げようとしている。うおっと胸キャブ打っていく。そして発動して入れ替えコンボ、一気に歌広場のチャンスになるか。ここが投げを抜けていくフードですが、この画面足脱出できるか。なでしこまではここで V リバーサルで流線客の有利な状況を返していきます。昇竜拳、さらに画面足投げていく。これは抜けている。この画面足行かせるならあるボタンをネット、さあ流線客、さあ V トリガー中です。ダメージが合っている。置き攻め、垂直落としている。このガード、さあなでしこ飛んでくるぞ。EX レイジング台風どうだ。V スキル2を使ったコンボで画面端に追い詰められたフード選手。この試合最大のピンチを迎えましたが、最後はレインボー台風で勝負あり。歌広場惜しい。エキシビションマッチ、まず勝利したのはフーこんな強い芸能人いていいのかってまず思いますよね。ド。ギリギリでしたよね。ギリギリでした本当に。かなりいい勝負でした。2戦目はモケ選手対歌広場です。今年1年かなり気合入ってるんで、もう負けるわけないです。負けるわけない。はいいや、それでは潤くん、相手は負けるわけはないと言っています。何が起こるか分かんないからこのゲームが面白いっていうのを見せてやります。エキシビションマッチ、モケ VS 歌広場潤の試合が始まります。左側のこのラシードを使うのがモケ。このラシードは風を操るキャラクター。特にですね、このワールウィンドショットという飛び道具を使ってからの前転、これを使った攻めが非常に強力なんですが、画面足から押し返しているのは歌広場。一発一発のダメージはこのラシードそんなに多くないんですが、これ連続的に攻めるのが非常に得意です。流線客打っていく。不利な状況から無敵技で模型の攻めを切り返しました。さらに中足大竜巻という今回のシーズン5の変更点をうまく使っていくのは歌広場ですが、ここでまだ打っていく。さあ模型追い詰められました。歌広場は攻めていく。流線客からこのガードアーシファ状態、このラシードの技も強化されております。一旦距離を取るのは歌広場。出しておっと確認して竜巻、やば、竜巻だ。モケ選手の攻撃をうまくガードし、最後は竜巻旋風脚。歌広場お見事。まずラウンド取りましたよ。先行しました。前に出てくると壊した中足大竜巻、これを使ってリードを広げていくのは歌広場。上から入れ替わっています。画面足に行ってしまったのは歌広場ですが、ここをモケはチャンス作りたい。うまい、空中ヒットを確認してしかし打っていく。遅らせての無敵技昇竜レッパー。フードも喜んでおります。モケが少しずつ追い詰められてきましたが、立ち強キックのクラッシュカウンターからダメージを与えていく。画面足しゃがみ強パンチから足を発動してダメージ重視。いや裏、いや表だ、これは見えない。非常にガードの難しい連携を組み立ててモケが取り返した。裏攻撃と見せかけ表攻撃。歌広場を翻弄したモケ選手が第2ラウンドを制しました。お互いにラウンドを取り合った3ラウンド目です。僕はゲージが3も溜まりそうですね。これが溜まれば非常に強力な技を打つことができますが、このラシードは、そもそも EX 技が非常に強力ですから、この溜まったゲージをですね非常に使いやすいキャラクターになっています。流線客の出始めを潰していくのはモケ。竜巻、これは遠い。打っていく昇竜レッパー無敵技です。これを使ってモケの攻めを返していった。中間距離、今回この V スキル2の流線客を選ぶと中立ち強キックからのリターンは取りづらくなってしまう。一概で勝って立ち強キックアーシュは発動。一気にモケのチャンス。ゲージも3もある。このままとどめを刺そうというモケの動きですが、うまい対空。さあ歌広場どうする。苦しいぞ投げ。それだけで死んじゃうよ。それだけで。勝者モケ。それではモケさんいかがでしたか。いや嬉しい。あぶねえ。いや強かったです。歌広場さんの勝つ気というか力をすごい感じたんで、力で返したねと思ってうまくいきました。そして潤くんいかがでしたか。若くて爽やかでゲームうまいわけでしょ。年老いててメイク濃い俺は何で勝てばいいの。もうきついんだけど。最後はモケ選手対フード選手の対戦です。それではまず意気込みを聞かせてください。ベテランプレーを任す時が来たなと思いました。はい、時がここでやりたいと思います。それではフードさんいかがですか。相手のいいところを絶対見せないように頑張ります。わかりました。いいこと潰しにかかってる。歌広場との対戦ではミカでしたが、今回はバーディーを選んだフード選手。この選択が吉と出るか凶と出るか、果たしてエキシビションマッチ。
モケ対フード。フードは今回バーディーを選択。非常にリーチが長いので、このようにそのラシードの手足の外から技を当てていける。8強パンチや中パンチ非常に強力です。逆にこのモケのラシード側としてはやっぱり一回画面足にこの追い詰めて、得意のこのワールウィンドを使った攻めで倒していきたいんですが、やはりこの中間距離の立ち回りではフードのバーディーが優勢か。いや、一発いいのを当てていくのはモケ。今回特にこのバーディーの強力なリーチの長い技がどれもその技の隙が増えていたりとか、技を出した後のやられ状態が前に出るようになったので、動きがね重くなった感じ。そうですね、その隙をついていくのが楽にはなりました。一気に画面足に追い詰めたのはモケです。 V トリガーも溜まっている。 V トリガーは2のアーシバ。このワールンドショットを絡めた攻め、しかしここで V トリガーを使って押し返していくのはフードだが、クラッシュカウンターでダウン奪っていくのはモケです。一気にチャンス。この状態、立ち強キックのプレッシャー、おお来た、立ち強キック許してくれない。しっかりコンボを決めつつして倒し切っていきましたモケ。ステージ端に追い込んだモケ選手が立ち強キックからのコンボを決め勝利。続いて第2ラウンドです。ラッシードが相手を画面足に追い詰めると攻めが非常に強力なので、どんなプレイヤーでも本当に守りきるのは難しい。おっとこれは、対策が見えたんですがミスになってしまいました。ジュースを飲んでいくのはフードのバーディー。そしてこのリーチの長さを生かして中間距離うまく進めていきます。モケはおっと入れ替えるがうまいぞ。その着地の隙を捉えていきました。フードはゲージが1本溜まっていますが使わずに、若干だからモケの体力が残った。どう削るかっていう戦いになった。持ち前のリーチの長さを生かしたフード選手のバーディー。これで1対1のイーブンに。対してモケが画面足を追い詰めると一気にチャンスになる、そんな組み合わせです。中間距離、これはモケが立ち強パンチを振ることで、フードの牽制の隙を突こうとしていますが、ここに対してフードは乗りません。バナナを置いたんですが、その外側でうまくモケは時間を使っていきます。ダッシュから必殺投げ、ヒングヘッド。しかし無敵技の EX スピニングミキサーで返していく。もう画面足にから脱出することに成功した。バナナがあるぞ。いや飛び越えた。投げ、もう画面足一気にモケのチャンス。 V リバーサルを投げていく。ここが抜けていく。そしてフードはゲージが3本溜まっているので技のリターンが上がっている状況です。しかもこのバーディーの V クリティカルアーツはうまいぞ。バナナの上からバナナを飛び越えながら反撃を決めていきました。この画面足、モケはじっくりと戦っています。フードはクリティカルアーツ、バッドスキップチェーンがある。これを決めれば逆転は十分可能。時間も減ってきています。残り時間は30秒を割ろうとしているところです。中足からお互い動きが少ない。お互いに何か当たれば一気に終わらせられるという状況になっていますから、ここで V トリガー、そして攻撃力が上がる。立ち攻撃からモケも V トリガーを返していきます。イーグルスパイク、そしてアルタイルでフィニッシュ。エキシビションマッチ勝者モケ。残り時間も気になる中、最後は連続技を決めきったモケ選手の勝利。お見事。エキシビションマッチ勝者モケ。二崎いい先です。見事勝利を果たしたモケさん、いかがでしたか？世代交代に一歩をちょっと近づけたのかなと思いました。ありがとうございます。ウードさんいかがでしたか？一試合の勝ち負けで世代交代は起きないです。マジですね。その通り。マスターハメコが注目する勝負の決め手となったポイントを振り返ります。この試合のポイント、3ラウンド目、フードが3ゲージを抱えた後のモケの冷静なプレイ。バーディー対策。それでは第3ラウンドのリプレイを見ながら振り返っていきましょう。バナナを避けるような動きで、ここからですね。ここでフードのゲージが3本溜まって、フード側もこのクリティカルアーツをこう常に狙おうっていう動きを見せてるんです。この立ち強キックなんかを当たればクリティカルアーツにつなげられますし、バーディーのクリティカルアーツって当たると置き攻めができるので、ダメージだけじゃなくてさらに状況無理になるというところで、それの狙いを分かってモケがこうすごい冷静なプレーに一気に切り替えるっていう。ここモケさんどういう風な考えで？もうそもそもこれ普段の練習で発展したんですけど、結構こっちが攻めちゃうことが多かったんで、丁寧にいくっていうのはすごく意識して、この立ち台パンチを起点に
やっていくとやっていくっていうのは意識してましたね。もうこう時間がないのでこのフードは攻めざるを得なかった。今の投げがもう決め手でしたね、正直。投げ食らって画面端連れてかれて残り時間15秒ぐらいで、相手はもう下がるタイムアップが超見えるっていう状況を作られたのが多分もう前に進まざるを得ないところをしゃがみ中キックで迎え撃たれたという。そうですね、投げ抜けをするべきでした。結構このゲームって投げ抜け強いじゃないですか、けど時間を見た時に逆転する時間がなかった時はやっぱ抜けに行った方が良かったのかなとはちょっと思いました、今見直して。意外とその技が当たったところが決め手と見えがちなんですけど、やっぱりその前段階でその技が当たる状況を作ってるんですよね。最後のしゃがみ中キックも当たるのは必然だったというか、はという形になりましたね。解説あって一本って感じですね。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ、格ゲーレッスン。今週はマジャボ先生に来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。今週の先生はミスター最適解ことマチャボウ選手。そのプレーにはあるこだわりがあるといいます。僕はですね、はい対空というものをですね、すごく大事に、この格闘ゲームをしてる身なんですけど、このザンギエフ実は対空これがめちゃめちゃ強い。実はピンチをチャンスに変えろ。今回のレッスンはマチャボウ先生が得意とする対空について。じゃあ何で対空するのかってなった時に、ザンギエフ実はこれなんです。ブルーラリアとそうこれで相手をもう上から来させなくするっていう行動がすごく強いんですよね。ああ、そうなんですね。これするともう相手はもう上から来れないから、もう横からしか来るしかなくて、ザンギエフが戦いやすくなる。ああ、なるほど。空中からの攻撃をシャットアウト。でもマチャボウ先生のように実戦でうまく決めるのはなかなか難しそう。縦に飛ぶか前に飛ぶかするんで、前に飛んだ時だけちょっと押してもらっていいですか。いいレッスンっぽい。この時押しちゃダメですよ。はい前そっちに来たら、はい。マジか。おお、すごいすごい。あ、全然相打ちでも大丈夫です。落とすのがもう本当大事なんで。あ、どうぞ。あ、もう完璧ですね。じゃあもう2パッドちょっと混ぜてや。これがあるんですよ。トッププロでもなんかね、これがジャンプの勘違いしちゃって、そう間違えて出しちゃうとかなんか結構あるんですけど、そうちゃんと飛びだけに反応しているというこの。ほら釣られたよ。出しちゃうよね。わかる。これ多分もうこれで実戦でできればもう完璧ですね。対空はそう OK。ザンギエこれだけでほとんどいいので。最後は CPU レベル6のキャミーで実戦練習すると、しかし実戦だとそう何度もうまくはいかないようです。よかったですね。ラウンド取る。よかった。成長した。すごいよかった。ちょっと家でおさらいしてぜひ勝ちますレベル6キャミに。はい。ありがとうございました。対空を制する者は勝負を制す。頑張れ1セット。お客様はフードさんとモケさんでした。今日の感想を伺いたいと思います。普段のゲーマーの感覚で、ゲーマーたちが会話してるような感覚で迎え入れていただいて、すごく楽しかったです。お二方がすごいゲームやってるなっていうのがあって、それって多分ゲーマーからするとすごい嬉しいことで、それも今日すごい感じれて、嬉しいのと楽しいの両方ありました。ありがとうございました。こういうの各駅さハメジャン、お客様はフードさんとモケさんでした。ありがとうございました。次回の格ゲー喫茶ハメジュンはレジェンドプレイヤーの2人、佐古選手と灰谷選手がご来店。お楽しみに。